にちは。はい、今日はですね、イヤートレーニングですね。コードを聞き取る練習。セブンス編。わかりますはい、こちらについてシェア発表しようと思います。まずですね、前回はね、コードを、聞き取る練習みたいな感じで、メジャーとマイナーの違いを、説明した、動画を作ったんですけれども、今回はセブンス編ということでね、こちらについて、ちょっと、解説しようかなと、思っております。若干前回よりもちょっと難しいんですけど、ちょっと頑張ってみてください。ということでね、みんなね、コードの勉強、座学はめっちゃするのに、なんか耳を鍛えようとあんましないっしょ。いや、そもそも音楽って座学ちゃいますからね。言ったら、音楽って耳で聞くじゃないですか。だから、耳鍛えなあかんのに、なんかコードトーンの勉強、ドミソシとか、なんかそういうのはめっちゃ勉強するのに、なんで耳をこう聞き取るなんか力みたいなのをこう身につけようと思わないのかなって結構不思議に思うんですけど、ちょっとねそういったメッセージも込めながらちょっとね動画作っていこうかなと思っております。ということで、早速参りましょう。セブンス編。はい、では、早速参りましょう。セブンスって言ってもね、2種類ありまして、メジャーセブンスとセブンス、この2つなんですね。ということで、まずはメジャーセブンスとセブンスのちょっと違いについて、ちょっと説明しようかなって、思います。じゃあ、ちょっとこういうものをちょっと表示しますね。はい。これは C メジャースケールですね。と、あと、今回ちょっと説明するのに、ちょっと例を出しました。C メジャーセブンスと C セブンス、コードトーンがこんな感じですね。で、まず C メジャーセブンス、つまりこのメジャーセブンスの部分の説明をすると、C メジャースケール、1度目、3度目、5度目、7度目。これもう別にもう、右から1、2、3、4、5、6、7って、数えたら出てくると思うんですけども、この7個目の音がドレミファソラシ、ドレミファソラシってこれ7個目じゃないですか。メジャーセブンスってこうシンプルにドレミファソラシって数えた7個目の音が使われてるんですよね。それに対してC セブンスってあると思うんですけども、これはドレミファソラシのこの7個目がフラットしてるんですよね。意味わかります？だから、C メジャースケールの7個目、ドレミファソラシってこれ C じゃないですか。で、これがフラットしてるんですよね。で、フラットしてますでしょ？ C セブンスのこのドミソシのところ C フラットしてるじゃないですか。この違いが、あります。一度、ちょっと C メジャーセブンスと C セブンスの響きを聞き比べてみましょう。GO! はい、これが C メジャーセブンスですね。はい、で、これが C セブンスの響きですね。という音の響きの違いがあるんですけれども、こう、なんていうんですかね、こうメジャーセブンスの響きって結構安定した、落ち着いた響きってよく言われるんですけど、私はなんていう、なんかそういう教科書とかにそういうような言い方を、するんですけど、私はそれが結構ベストな表現なのかと言ったら、ちょっとどうなんかなって思ったりもするんですけど、でもそういう風に言うのが一番近いのかなっていう感じはするんですけど、それに対して、この C セブンスの方は、ちょっとこう、歪んだって言ったらあれですけども、なんか、パーンって感じしません？なんかちょっと、不安定さっていう言い方をまたこれは、なんか教科書とかではすると思うんですけど、確かに
不安定さと言われればまあそうなのかなって、まあ思うんですけど、ちょっとなんか違う気がするんですけど、まあでも、C セブンスとかのこのセブンスのコードについては、まあなんか、コードファンクションで言ったら、なんかドミナントになるんで、このドミナントの響きみたいなのを、ちょっと感じてほしいんですよね。もうなんかもうそれも感覚で、そういう風に感じてとしか言えないんですけど、それ何回も聞いてっていうか、自分で弾いてみてね、ピアノとかで、ああ、こんな響きかって、確認してほしいんですけど、まあ、ファンクションってめっちゃ言ってるんですけど、それは以前、ちょっと動画で話してるんで、まあ、このあたりをね、ちょっと、チェックしてみていただければな、ということで、よろしくお願いします。はい、ということで、では、早速ですね、メジャーセブンスとセブンスのこの響きの違いみたいなのをちょっと聞き分けてほしいなと思いますので、しずチャンネルからテストを出していきますんで、答えてほしい項目はメジャーセブンスなのかセブンスなのか、この違いを答えてほしいですね。だからまあ紙とねペンをお持ちいただいて、なんかね、メモしていただいて、まあ答えをね、メモして合ってたとか言ってね。やっていただくといいんじゃないでしょうか。まあ、なんとかメジャーセブンスってきっちりとしたコードネームを、まあ当てなくてもまあ別にいいんですけど、メジャーセブンスの響きなのか、セブンスの響きなのか、ちょっとこのあたりをね、まあ、行きましょうかね。ということで、早速参りましょう。GO! 地図チャンネル。はい、では、早速ね、今からコードを、鳴らすんで、まあ、メジャーセブンスかセブンスかを、聞き分けて、いただければなと思います。はい、では、第1問目。もう一回いきます。はい、次、第2問目。はい、もう一回いきます。はい、わかりましたかね。じゃあ次、第3問目。はい、もう一回。はい、次、第4問目。はい、もう一回鳴らしましょう。はい、こんな感じです。じゃあ、最後、第5問目です。頑張ってください。いきますよ。はい、もう一回。はい、お疲れ様でした。以上でございます。はい。はい、いかがでしたでしょうか？皆さん分かったかな？ちょっとセブンス、まあ難しいんで、まあちょっとちょっと多少のね、訓練はいるかもしれないんですけども、じゃあちょっと、答え合わせをね、していこうと思います。こんな感じです、答えは。1、セブンス、2、メジャーセブンス、3、メジャーセブンス、4、セブンス、5、セブンス。ということですね。では、まあちょっと一つ一つね、簡単に解説していこうと思います。まず1、これセブンスですね。これは、まあ、E セブンスということで、コードトーンはこんな感じですね。実際なんかこう、ピアノとかでちょっと、これ押して、ちょっと鳴らして、耳にこう馴染ませてってくださいね。2、A メジャーセブンス。ラ、ド、ミ、ソのシャープ。ソのシャープね。ソのシャープは、A メジャースケールの7度目の音なんで、まあ、そんな感じです。3、F メジャーセブンス。これファラドミですね。これでもメジャーセブンスなんで、4度目の音、ミは、F メジャースケールの7度目の音です。4、B フラットセブンス。これは、コードトーンは C のフラット、レ、ファ、ラのフラットですね。B フラットメジャースケールの7度目って、普通のナチュラルのラなんですよね。でもこれセブンスなんで、フラットして、ラのフラットになります。次、5番。E フラットセブンスは、こんな感じです。コードトーン。で、レなのか、レのフラットなのかっていうところなんですけども、E フラットメジャースケールの7度目の音は、普通のナチュラルのレなんで、これがフラットして、レフラットの、音になります。はい、いかがでしたでしょうか？ということでね、セブンス、ちょっと難しいと思うんですけど、聞き分けられるようにチャレンジしてみてほしいですね。
やっぱりね、前も言ってるんですけど、この、しずチャンネルって、サックスやってる人って結構多いと思うんですけど、サックスってやっぱ、メロディー楽器やから、コード感っていうところって、結構感じにくいと思うんですよね。でもね、やっぱね、コード感ってなくていいのかって言ったら、絶対そんなことないんですよ。でも特に、なんかジャズとか、なんかポップスがそういう、なんかアドリブとか、アドリブじゃなくても、そうなんですけど、それやりたいなっていう人が多分多くご覧になられてると思うんですけど、絶対、コード感って、ないと無理なんですよね。だから、それコード感身につけるって、やっぱ実際、ピアノとか弾いてみて、耳でちゃんと聞かないと、それ身につかないんですよ。なんか、例えばですけど、小さい頃から音楽やってる、やってないとか、センスある、センスないとか、なんか、そんなん別にそんな関係ないんですよね。なんか、やるかやらへんかみたいなところやと思います。ぐーってやってた後、後になんか得意なのか不得意なのかって分かれてはくると思うんですけど、ある程度の部分ってやっぱ身につけられるなんか部分やと思うんで、ちょっとこれはね、耳でね、ちゃんとしっかり自分で聞いて響きを覚えるっていうか、理屈じゃない、この感覚的な部分っていうのって、音楽っていうか、もうなんか芸術の部分でそれめっちゃ必要なんですよ。なんか、説明できない何かみたいなんで、絶対必要なんですよね。芸術やしね。そういうもんなんで、一回ちょっと鍛えるっていうか、それはね、ちょっとね、一回やってみてほしいですね。さっき、なんか偉そうに出題とかなんか出してましたけど、あれを、今一度ね、ちょっと、コードトーンで、ピアノとかで、パーパーパーって、自分で押さえてみるっていうことが大事なんでね。なんか、押さえてもらうじゃなくて、自分で押さえるっていうの。ベベベって。んで、これってこういう響きなんやっていうこと。もうたったそんだけでいいんで、ちょっと、見返ってみてほしいですね。ということで、セブンスはね、もうちょっと一言二言言いたいんですけれども、C マイナーメジャーセブンスっていうものがあったりとかするんで、マイナーなのにメジャーってって思うかもしれないですけれども、でも私の今日の説明を聞いていたらメジャーの響きなのかどうかっていうのは別に関係ないじゃないですかっていうところがね、ちゃんと分かってるのかどうかっていうところも結構大事やったりはするんですけどちょっとね、そのあたりね、ちょっといつか、シェアハピできたらいいかなってちょっと思います。ということで、じゃあ、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。